皆さんこんにちは。今回は北スウェーデンから飛び出し4泊5日の一人旅1日目。妹のエリンに会うため知らない街にやってきたら初めてがいっぱいすぎてドキドキ。一人暮らしをする彼女のお家から素敵すぎる街歩き、楽しいランチに豪華ディナーまで内容盛りだくさんです。ぜひ最後までご覧ください。おはようございます。スウェーデンのストックホルムに行く準備ができました。おにぎり2個握りました。もうそろそろ出たいと思います。 See you in 5 days. See you in 5 days, Freya. Yeah. And Gemma. Yeah, come on. Come to mommy. Yeah, see you in 5 days, okay? Yeah. ワンコに行ってきますを言ったらとうとう出発。今回4泊5日で一人旅をするんですが、移動がとにかく多くなる予定なのでスーツケースは諦めてこの黒いリュックに詰めれるだけ荷物を詰めて持っていくことにしました。朝6時でこんなに日が高いんです。すごい。めっちゃ天気いいし、まだルレオは雪が残ってます。多分ね、ストックホルムはこの景色がガラリと変わるかなと思うので楽しみです。到着です。家から空港まで20分ちょっと。道もあんまり混んでいなくて飛行機に乗るまでにまだ時間があるから大丈夫だねと思っていた矢先、あるトラブルが発生しました。今チェックインが無事になんとか終わったんですが、格安航空 LCC のライアンエアを使ったら本当はデジタルでオンラインチェックインしなくちゃいけなくって、それができなかったので私8000円以上払って紙あれをもらいました。ボーディングコート、飛行機に乗るための紙をもらいました。最近ここ北スウェーデンにもイギリスのライアンエアが飛ぶようになったので初めて使用してみたんですが、空港に着いてからいつも通り機械で搭乗券を発券しようとしたら、なぜかライアンエアだけ空港でチェックインができないルールみたいで、2時間前までにオンラインチェックインが間に合わなかったので8000円を払わなきゃいけないということでした。なので帰りは2時間前に必ずやらなきゃいけないよっていう風に教えてもらったので、やりたいと思います。今回の往復の飛行機代が7000円ぐらいだったので、チェックインするだけで8000円は正直ビビりました。日本で同じことがあるかはわからないんですが、皆さんも注意してくださいね。ルレオからストックホルムは直線距離でいうと700キロちょっと。日本の羽田函館間と同じくらいの距離で、飛行機に乗れば1時間15分ほどで到着します。普段私たちが南スウェーデンに帰省する際は犬2匹と一緒に夜行列車に乗ります。飛行機に乗れば1時間15分のところを夜行列車では13時間ぐらいはかかるので、改めて飛行機って便利だなと今回思いました。私はどこでも寝れるタイプなので、離陸したぐらいから寝ていると、ストックホルムに到着しました。イエーイすごい嬉しい。寝ちゃってた。今回なぜ私が一人で旅行をしているかというと、旅行の様子をブログにするっていう名目もあるんですが、それ以上に会いたい人や見たいものがあるから。そしてヨハンは平日働いているのと、犬2匹と一緒に旅行するのは結構難しいので、今回スウェーデン国内を初めて一人旅することになりました。ということで今からエリンに会いにルプサラに向かいたいと思います。初めてなのでちょっとどうやって行くかわかんないんですが、ちょっと頑張って探します。あと3分だけど間に合うよって言われてチケット買いました。意外に高かった。231クローナって、壊れてる。壊れてなかった。こんな久々この感じ。ちなみに普段私はエスカレーターどころか信号機が一つもない小さな村に住んでいるので、完全にお登りさん状態です。来た。多分ね、こ
これ速いやつ、特急列車かな。日本の地下鉄より大きいですね、車体が。私も今回利用したこのアーランダ空港はストックホルムの中心地から20分足らずで行ける便利な場所。私がこの日向かうウプサラもストックホルムとは反対方向ではあるんですが、電車で20分足らずで行くことができます。首都ストックホルムは電車、地下鉄、バスと何でも揃っていて、日帰りや一泊すれば十分に楽しめる観光地がたくさんあります。古くて美しいと噂のウプサラに初めてお邪魔するということで、私もすごく楽しみです。じゃん、やってきたのはウプサラです。すごいめちゃくちゃ晴れてて夏ですね。ここはどうやって行くんだろう。ここおー、すごいめっちゃおしゃれな。これがウプサラの駅です。すごいめちゃくちゃ晴れててやばくないですか。これは何だろう。ねじねじが置いてあります。そしてなんかわかんないけど変な何これ。これはスウェーデンあるあるなんですが、スウェーデンのバスでは一切現金を使うことができません。バスに乗る際は事前にアプリやネットで購入した画面をスキャンしたり見せたりするか、チケットがない場合でも運転手さんにお願いすれば誰でも簡単にその場でカードで支払うことができるので安心です。この日私は何度バスに乗るかわからなかったので、24時間乗り放題というのを1300円ほどで購入しました。エレンに会えました彼女は現在21歳。この町で一人暮らしをしながら北欧で一番古い大学ウプサラ大学で学生をしています。2015年に初めて会った時は私が21歳だったので、あれからお互いいろいろ成長したねって言いながら2人で少しだけ誇らしい気持ちになりました。そしてこの日はたまたま大学の授業がなかったので、この町を案内してもらうことに。まずやってきたのはハワイアンな感じが可愛いこのポケボール屋さん。すぐ隣にも日本食屋さんがあって迷ったんですが、太陽を浴びながらご飯が食べられるということでこちらに決定。ハワイのストリートフードポケボールをいただきます。これはですね、天ぷら、エビの天ぷらに筋子みたいなの乗ってるのかな。あとガリとマンゴー、枝豆が乗ってます。 Jag vet inte om man vill ha pinnar eller bestick. Jag tror båda. Tack, tack. Pinnar går inte då. Ja, det borde ju gå. Kanske båda. Ja. Oj, nu måste det vara. Tack. Så. Väldigt gott. Nice. 腹ごしらえができたので、これから素敵な場所に向かいたいと思います。編集しながら知ったんですが、ウプサラはストックホルム、ヨーテボリ、マルメに続くスウェーデンで第4の都市。4番目に大きいと言っても人口でいうと18万人ぐらいの都市なので、日本と比べると全然大きくありません。でも逆にそのおかげで短い滞在時間でも結構街をしっかり探索できるのがスウェーデン観光のいいところ。まずエリンが案内してくれたのはこちら。4月30日から5月1日にかけて大きなかがり火を焚いて春を盛大にお祝いするという伝統がスウェーデンにはあるんですが、スウェーデン一の学生の街と言われているウプサラは、大学生たちが自作のイカダを作ってこの川でレースをしたり、何日間も歌って踊ってパーティーをするということで知られています。そしてこれが実際の映像。YouTube で皆さんにシェアができるようにエリンがわざわざ送ってきてくれました。Sverige, vi har en vår!
私もスウェーデンに暮らし始めて5年くらいなので、文化も伝統も実はわからないことだらけ。皆さんのスウェーデンのここが知りたいっていうリクエストがあったら、ぜひコメント欄で教えてくださいね。目の前に見えるのが1477年に創立されたという北欧で一番古いウプサラ大学。学生証がなくても入れるところがあるということで、実際に建物の中にお邪魔してみたいと思います。もうこの入った瞬間からすごくないですか？中に進むとこんな感じ。ホールみたいになっていたので、上を見てみるとこんな風に吹き抜けになっていました。他にも大学のキャンパスはいろいろなところにあるみたいで、このメインビルディングに来るのは特別な時。でもここで卒業式とかパーティーとかしたら絶対楽しいですよね。そして次は大学の図書館を案内してくれることに。図書館正面にはさっきご覧いただいたお祭りが開催される4月30日午後3時へのカウントダウンが掲げられていて、街を挙げて本気でお祝いしている感じが同じスウェーデン国内でも全然違って面白いなと思いました。それでは中へ入っていきますね。まずはこの図書館で一番素敵なお部屋をエリンが紹介してくれました。スウェーデンの図書館ではよくあるんですが、おしゃべりや飲食が OK なエリアと、おしゃべりも飲食も禁止で集中して作業ができるエリアがしっかり分けられていて、ここはおしゃべり禁止の勉強エリア。この日は金曜日の午後3時だったので、そこまで人は多くなかったんですが、普段はもうぎゅうぎゅうになるほどたくさんの学生が勉強しているそうです。図書館の中にはコミュニティスペースやミーティングルームもあったり、こういったカフェが併設されていて、気分転換にフィーカをしたりランチが食べられるのもいいなと思いました。そして次に向かうのはウプサラ大聖堂。この教会はさっきの大学よりもさらに古く、13世紀後半に建設が開始されたと言われる北欧最大級の教会です。外から見てもすごい迫力だったんですが、中に入るとそう、天井の高さに驚いてしまいました。そしてこのウプサラ大聖堂にはスウェーデンの歴代の王様の中で一番有名なグスタフ・ヴァーサ国王が眠っています。ヨーロッパに立っている教会の中には見学するのにお金がかかる教会もあると思うんですが、こちらは無料で誰でも入ることができました。めっちゃ綺麗。Jag tror att det går får här på sommaren ibland. この日の気温は21度。私にとってはこの日が今年で一番暖かい日だったので、それだけで十分嬉しかったんですが、これからの季節になるとまた新緑が生い茂っていたり、今目の前に見えている有名な庭園もめちゃくちゃすごいらしいので、また違う機会を狙って遊びに行きたいなと思いました。そしてとうとうエリンのお家にお邪魔したいと思います。私も彼女の家にお邪魔するのは今回が初めてということで、まずはルームツアーからお願いしました。こちらは今入ってきたドア。スウェーデンでは玄関に段差がないのが一般的です。そして玄関のすぐ横には勉強したりご飯を食べたりすることができるエリア。玄関とリビングには仕切りがあって、その仕切りにはテレビがマウントされています。テレビの向かい側には窓が2つと大きなソファー。エリンは出会った14歳の時から
ファッションやデザインのセンスが抜群で、この素敵なお部屋にも彼女の家具のセンスが光っていました。そしてこのソファーにはある秘密が。 Eftersom det är så pass litet. okej. Kan man öppna här? Och nu har jag jämt dammsugare. Och lite annat. Just det. Oj. Så det Men bara den sidan, Ja. inte den. Nej, precis. Mm. För där är det, alltså man drar ut en sån. Okej. Så det blir Ja. säng. Precis. Så här liksom. Just Så man drar det. ut den hela vägen. Ja. Mm. 今エリンにキッチンを見せてもらっているんですが、彼女が住んでいるのはアパートなどの賃貸ではなく、とあるスウェーデン人一家の別宅。というのも、スウェーデンに来て私が一番驚いたと言っても過言ではないのが、スウェーデンの深刻すぎる住宅不足。私たちも例外になく、2017年に日本からスウェーデンに引っ越してきた時は全くアパートが見つからず、最初1年間は居候という形で知らない人のお家に一緒に住まわせてもらっていました。エリンも大学生になって一人暮らしをしようとしてもアパートが見つからないという状況がずっと続いています。学生アパートの待ち時間は少しだけマシなんですが、一般的なアパートを普通に借りようとすればストックホルムでは15年から25年、北スウェーデンのルレオでも5年から10年ぐらいは待たないと賃貸契約が結べません。日本だといろんなサイトで簡単に賃貸物件って検索できるので、それがないのが本当に不便だなと思いました。ルームツアーはまだまだ続きますよ。次に玄関から入って左側のこちらのエリアを紹介してくれました。気になるのがこちらのはしご、そしてその正体はSå kan man klättra upp. ロフトがあるよと教えてもらい、上を覗いてみると Nice. Hur många kan vara på? 4? Ja, man får ju plats kanske några stycken, men att sova är ju inte så lätt att vara fler. Men... Åh. Au. Där är ju mycket. Jag måste stanna i mycket. Precis. Ja. Så du måste gå ner varje Japp. gång. Det är lite läskigt när man är trött på morgonen. Ja, du kan inte hoppa. Nej, det är nog det. Och så har jag lite svett som hänger där. Mm. Oj, en stor. 洗濯機もあって、バスルームだけではなくこの家全体に床暖房がついていたりと、とっても素敵なお家でした。そして家の外を5分も歩けばこの草原。エリンは小さい頃から乗馬をしていて、今現在ヨハンの実家では3頭の馬が生活しています。今年の夏もヨハンの実家に帰省するつもりなので、皆さんからリクエストがあればヨハンの実家の猫ちゃんやお馬さんの紹介もできたらいいなと思っています。これから街へディナーへ行こうということで、早速出発したいと思います。私たちがディナーに選んだのは、ヨハンのおじいさんとおばあさんが学生時代に出会ったというとても素敵な思い出が詰まった場所の横に立っているレストラン。この次の動画で3年ぶりにおじいちゃんとおばあちゃんに会いに行くんですが、彼らのストーリーを聞いて絶対ここで食べたいと思って予約はしていなかったんですが、飛び込みで入ることに。私たちはまたまた外の席をチョイス。今から2人で夜ご飯します。
スウェーデンのレストランのメニューはこんな感じでひたすら文字で書いてあるので正直毎回困るんですが、なんとかメニューを決めることができました。そしておすすめのドリンクも準備できたところで、エリンとの再会、そして彼女の学生生活に乾杯です。Det där är bläckfisk aioli alltså. Fast det är lite läskigt. Gud vad gott. Det här ska jag prova. Okej. Yeah. この日私たちはお食事を2つずつ注文。メイン料理はどれも5000円ほどして予算以上だったので、1つ2000円くらいのスターターを2つずついただきました。なのでお食事にお酒、あとお水にもお金がかかったので1人6000円ぐらいだったかな。でも通常はメインディッシュを頼むと思うので、前菜が2000円にメインが5000円、その他にもシェアするプレートやデザートなども頼むと、お食事だけで1人1万円くらいはかかるかなと思いました。でもほとんどのレストランではホームページがあって、そのメニューを事前に見れることが多いので、それを確認した上で事前に何を頼むかを決めていれば、お会計でびっくりすることは少ないかなと思います。そしてまたエリンのお家にバスで戻ると、このソファーベッドをベッドに変えてくれることに。この日は朝から空港で罰金を払ったり、初めてのことがいっぱいのドキドキな旅だったんですが、お天気にも恵まれ、エリンにもいろいろな場所を案内してもらって、本当に楽しい一日になりました。そしてこの次の日はずっと会えていなかったおじいちゃんとおばあちゃんに会いに行きます。北欧暮らしが詰まった初公開がいっぱいの回になると思うので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。それではおやすみなさい。ヘイドー。新しくメンバーに入ってくださった皆さんも本当にありがとうございます。